皆さんこんにちは、ライです。今回の動画はバッファのショーフーガーですね。で、この曲結構難しいですね。私はしばらくギターに触れてなかったので、リハビリを兼ねてこの曲を弾くことにしたのですが、リハビリにはふさわしくない、難易度だと感じましたね。この後、レビュー動画を簡潔に撮りましたので、気になる方は見ていただければと思います。はい、冒頭からいきますね。いつものようにゆっくり弾いてみます。ここはアップピッキングから弾き始めてます。そして曲の全体を通じてリズムよくオルタネートで弾く点がポイントですね。途中でプリングを入れることでアップダウンの連続したオルタネートで弾けるっていう次第ですね。私は冒頭部分についてはオルタネートにこだわってませんが、この後スピードが乗ってきますので、アップダウンのオルタネートが重要となってきますね。次いきますね。このように一定のリズムでピッキングしていきます。ここはダウンダウンでエコノミーで弾いてます。オルタネートですね。部分的にエコノミーに切り替えてる感じですね。少し通して弾いて次いきますね。この部分はピッキングコントロールが難しい部分ですね。まず冒頭のポイントは3フレット2フレットのフィンガリング部分ですね。もちろん中指を入れて良いのですが、ここは速いのでスムーズに押さえたいからですね。次のポイントが2弦音です。これは押さえたままでワン音とします。次いきますね。2弦の開放音を響かせます。その後のフィンガリングによって開放音がフェードアウトしていく感じですね。開放弦後の1弦の上昇はオルタネートに戻る感じです。次いきますね。このダウンアップのオルタネートです。初回だけダウンのみでプリングしてます。ここで重要なのはリズムですね。フィンガリングをリズムに合わせていく感じで、
リズムが崩れるとこうなります。正しくは一定のリズムでさらにゆっくり弾いてみますね。ここがむずいんですね。次、ビブラートは深く一回入れる感じですね。ここはかなり音量を抑えることを意識していますね。私にとってここが一番難しいところだと感じます。次いきますね。ここもダウンアップのオルタネートですね。ポイントがあります。12フレットと14フレットを同時に押さえてます。なるべく無駄な動きをなくしてスムーズに弾くためですね。このまま押さえたまま人差し指だけ移動します。ここはバレエで押さえてしまってますね。ここはハンマリングでダウンで終わらせてます。次のフレーズをアップから入りたいからですね。最後もダウンで終わらせます。なのでここもオルタネートのリズムですね。そこのブレを抑えられると綺麗に弾けるんですけども、私はタイミングに間に合わなくなるとエコノミーでしのいでたりしますね。ここからは音量を抑えて弾いてます。次、スイープですね。ここでは2種類のコードトーンによるスイープが使われています。まずはマイナートライアドになりますね。ここからメジャートライアドに変わります。こんな流れとなりますね。マイナートライアドを通して弾いてみますね。この一弦プリングからの戻りの部分は若干ためを作って遅めにスイープしてます。3弦から1弦への戻りのスイープの時は円を描くようにスムーズに弾けるようにしたりしますね。こ
こからメジャートライアングルに変わりますが、変わりの際のですね、イメージが難しいですね。ここで高速スライドでビブラートをしてますが、その後にポイントがあります。イングベイは右手でスラップを出してるんですね。音を止める動作としてボディに指が当たった音だと思うんですけども、これが良いアクセントになってます。この音源はライン取りしているのであまり響かないんですけども、マイク取りなら結構目立つ音になりますね。次に最後の指名ですね。私はここはアップピッキングから弾いてます。アップから入って3弦へ移動する際はアップアップの連続で弦移動してます。ここです。ここ早いんですね。ここビブラートを入れてます。最後のハーモニクスは1弦から3弦を軽く押さえて、ピッキングも軽いストロークで弾きます。この曲はイングベイ・マルムシティンが89年ですね。現在のロシアのサンクトペテルブルクで演奏したものですね。ぜひプレイしてみてください。では次のところでお会いしましょう。ではでは。